たかがぬいぐるみ、されどぬいぐるみ。見た目からしたらふわふわしていて癒しさえ感じられるジェリーキャットの豊富なラインナップ。ロンドン生まれのこのブランドは一種の社会現象を引き起こしました。1999年、兄弟のトーマスとウィリアムはそれぞれ小売業と石油会社の仕事を辞め、ロンドンに小さなぬいぐるみスタジオを立ち上げ、柔らかい生地とユニークなデザインで新たな風をおもちゃの市場に吹き込みました。いや皆さん見てください。これピスタチオですよ。ピスタチオ多分ですけど、ブランド名のジェリーキャットはトーマスの7歳の息子からの提案で、ジェリーとキャットを組み合わせたら面白いのではないかからでした。そしてセルフリッジズやハロッズといった高級デパートへと進出し、今では年間売上2億ポンドを叩き出すブランドまでに成長。一部レア商品はフリマで高値で取引され、別のところでは盗難の被害が報告されています。なぜぬいぐるみが社会現象を引き起こし、世間から行き過ぎはないかと言われるまでになったか見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今回はですね、久しぶりにイギリスから動画をお届けしたいんですけれども、今回の動画はですね、イギリスを風靡しているこのぬいぐるみについてのお話になります。どうですか皆さんぬいぐるみって聞くと何を想像されますでしょうか？僕はですね、なんとなく子供が、遊んでいるようなイメージで、ごっこ遊びとかですよね、をしているようなイメージで、あまり大人の印象はないんですよね。もちろんその大人の中でも、コレクターさんだったり、未だにぬいぐるみを、好んでいる人ももちろんいると思うんですけれども、強いて言えば子供の方がメインなんじゃないかなというふうに思っていてですね、ちょっと今回のお話っていうのは、大人でも、刺さっているぬいぐるみのお話についてです。で、そんな中ですね、僕こっち来たのが22年なんですけれども、人との会話でこのジェリーキャットっていう、話題にも、たまに触れますし、あとは街をブラブラしていると、お店とかでこのジェリーキャットの人形が、何体何十体置いてある、ようなところもあってですね、なんかこういうのがあるんだっていうので、特に、深く考えてこなかったんですよね。で、今回これについてちょっとご紹介したいんですけれども、イギリスに住んでいる方、もしくはイギリスによく遊びに来られる方であればですね、おそらく、もうこの人形というかジェリーキャットさんについては熟知されている方も、結構いるんじゃないかっていうふうに思っていて、というか下手したら僕だけが全然知らずにもう四面楚歌状態なんじゃないかっていうぐらいジェリーキャットってすごい人気なんですよね。で、僕の友達に、イギリス人僕より1個下の人がいるんですけれども、僕その人は長いこと知っていてですね、あまりぬいぐるみを買うようなタイプの人じゃないんですけれども、2、3年前からその人の、家に遊びに行くたんびにですね、なんかジェリーキャットのぬいぐるみが、置いてあって、というか行くたんびに増えているような状態でですね、なのでこのジェリーキャットっていうのは、大人にも愛されているような、ぬいぐるみなんじゃないかなというふうに思っています。で、これ言うまでもないと思うんですけれども、今回この動画でね、ジェリーキャットさんをご紹介するっていうので、何か彼らからスポンサーだったりお金もらっているとかっていうのは全然なくてですね、いつものように、バイアス抜きにしてですね、今回の動画をお届けしたいなと思います。で、ちょっと調べてみたんですけれども、ジェリーキャットはですね、現在1000種類弱のですね、ラインナップっていうのがあって、主にその動物周りのぬいぐるみがメインなんですけれども、日常生活で目にするものであればですね、基本置いてあるっていうふうに僕は理解してます。なので先ほどちょっと僕がご紹介した友達の例でいくと、なんかラーメンのお椀にですね、ラーメンが乗っかってるジェリーキャットがあったり、あとは野菜系のジェリーキャットもあってですね、なんかいろいろ種類があるんだなというような印象はあります。で、さっきも言ったんですけれども、今ジェリーキャットはですね、子供から大人まで本当にもう幅広い年代の方々に愛されているようなブランドになってるんですよね。で、2015年にですね、このイギリス王室のシャーロット王女とジェリーキャットのぬいぐるみのツーショットの写真がですね、アップされると、もうたちまち在庫切れになってですね、そこからさらにこのジェリーキャットが人気を増していったようです。で、この近くにですね、イギリスの高級百貨店、セルフリッジっていうのがあるんですけれども、そこに、ジェリーキャットの商品が置いてあるっていうので、実際に見に行ってみたいなと思います。で、これご覧いただければわかるかと思うんですけれども、奥がジェリーキャットの売店なんですよね。人がいっぱいいるのに対してですね、こっちにもぬいぐるみは置いてあるんですが、
ほとんど人はいなくてですね、みんな向こうに行っちゃってますね。いや、皆さん見てください。これピスタチオですよ、ピスタチオ。多分ですけど。これはあれですかね、生姜ですかね。生姜ですよね、多分これね。いやー、すごいな、これ。皆さん見てください。こんなバカでかいのもありますよ。すごくないですか、これ。なんだかわかんないですけど。で、さっき言ったそのセルフリッジのお店っておそらく直営のお店だと思うんですけれども、ジェリーキャットさんのほとんどのお店っていうのは何かしらのこう第三者の店舗に、間借りして、そこで展開しているような形態になるんですね。でちょうど私の後ろにですね、サウスバンクセンターっていうのがあって、ここも一つのショッピングモールみたいなものなんですけれども、そこでですねまさにその間借りして、販売しているスペースがあるので、ちょっとそこも、見に行ってみたいなと思います。ありましたね。置いてありました。で今言ってきたそのサウスバンクセンターのお店っていうのは、ジェリーキャットはただ一つのブランドとして、いろいろなブランドがある中で売られているわけであって、ただ展示してるだけなんですよね。なんですが、最初に言ったセルフリッジのお店とかだと、直営店っていうこともあり、いろいろなイベントだったり催しっていうのがあってですね、今はフィッシュ&チップスのなんかこうイベントというか催しっていうのがあって、それを見にいろんなお客さんが行っていたような状態です。でこのサウスバンクセンターにですね、店舗がいくつかあって、本屋さんにもちょっと立ち寄ったんですけれども、本屋さんの、一つの小さいコーナーで、ジェリーキャットさんの商品、何種類しかなかったんですけれどもが置いてあったんですよね。なのでもう本当にどこ行ってもジェリーキャットの商品が目に入るっていうような状態で、いややり方うまいですよね、本当に。で経営戦略がどうのこうのっていうお話ではないので、そこは割愛しますけど、いや本当にやり方はうまいと思います。でお店の中でねベタベタ商品触るのも良くないので、ちょっとさっき、買ってきちゃいました、小さいの。ちょっと後で家帰ってから開けて皆さんにご紹介します。ジェリーキャットは緩やかに成長していったブランドではありません。データを見る限り、2022年から2023年が一つの転換点になっていて、TikTok をはじめソーシャルで爆発的に話題になりました。それもあってか23年度の全世界における売上は2億ポンドに達し、前年比 40% 近くも上がりました。当時 SNS では集めていたジェリーキャットのラインナップを投稿しては、感情的なサポートをしてくれるもの、ジェリーキャット的な格付けで写真動画が発信されていました。今でも SNS でジェリーキャットと調べると、棚いっぱいに並んでいる写真をよく目にします。でこれだけ人気が出ると、やっぱりその転売ヤーっていうのも出てくるんですよね。今まさに日本でそのスイッチ2の転売ヤーがどうのこうのってやってますけど、こちらでもですね、そのジェリーキャットの転売ヤーっていうのが多くいてですね、フリマとかに行くと、限定モデルだったり、その販売終了モデルとかになると、本来の小売価格の何倍何十倍の値段に跳ね上がってですね、売られているケースがあるみたいなんですよね。でやっぱりこれはどの人気商品も同じような現象が起きてしまってるんじゃないかなと思います。ただ冷静に考えて、ぬいぐるみがっていうところはちょっとあるんですよね。ただそれは僕の主観でしかなくて、いわゆるその僕が昔集めていた遊戯王のカードだったりポケモンのカードとかが、今それこそ何十倍何百倍の値段で売られてるっていうようなところと同じなんじゃないかなという気はしています。なのでもうある意味このジェリーキャットのぬいぐるみっていうのは一種の通貨になっているっていうふうに言っても、過言ではないんじゃないかなと思います。ではですね、なぜここまでこのブームになったのかというか、大人の間でブームになったのかっていうところが気になるところなんじゃないかなというふうに思います。調査データによるとですね、現在イギリス国内で、おもちゃを買っている5人に1人が大人というデータがあります。
これはジェリーキャットの、おもちゃっていうところに限らずですね、おもちゃ全般っていうところでのデータになるんですけれども、5人に1人が大人っていうデータになります。で、2020年にですね、皆さんも記憶に新しいコロナっていうので、イギリスはじめ全世界がパニックになるんですけれども、その後もですね、その生活費の高騰とか、今いろんな各地でね、戦争とかも起こっていて、やっぱり不安要素がかなりありますと。っていうので、その不安要素を和らげるために、こういった癒しを求めて、ジェリーキャットを買いに行くっていう風な流れになっているみたいです。心理学では対抗対処という言葉があり、ストレスを感じた際、幼い時に感じていた快楽を求め、当時の行動をする現象になります。指しゃぶりは一つの例になっていて、ストレスを感じた際、子供の時にしていた行動、記憶を求め、ストレスを和らげる一種の防衛本能が働きます。ジェリーキャットは90年代からあるわけで、それにプラスして美的要素も加わり、ストレスを感じた時にジェリーキャットに癒しを求めるというような考え方ができるんじゃないかなと思います。でこれはどの商品においても言えることだと思うんですけれども、結局その希少性が出てくると、そこに対しての需要というか欲求っていうのが一気に上がっていくと思うんですよね。でそういったことからしても、そのジェリーキャットっていうのは、一気に爆発的に人気になったっていうふうに考えられるんじゃないかなと思います。でニュースを調べてみたらですね、イギリスで3000ポンド以上のお金を使ってですね、ジェリーキャットを買った人がいるんですけれども、これは公になっているニュースでしかないので、もちろんその3000ポンドを、使った、方っていうのはいっぱいいると思うし、ましてやその1万ポンド2万ポンドなんて使ってる、方も中には絶対いると思います。もうそれぐらい人気なんじゃないかっていうところだと思います。そんな中、このブームを悪用する人が出始めます。ロンドンなどの大都市ではお店のジェリーキャットが盗まれる事件が相次ぎ、 SNS でもそういった報告が飛び交うようになり、防犯対策として価値のあるレアモデルを特別な展示ケースに入れて管理しているお店が今ではあるようです。直近では今年の2月、イギリス東部のノーフォークで3000ポンド相当の商品を盗んだ疑いとして35歳の人が有罪判決を受けています。また4月には西武サマーセットで2万ポンド相当の商品が被害に遭いました。これに加え転売ヤーなども出始めた中、趣味の度を超えて一種の末期資本主義かというような声も出たそうです。また買い占めなどで本来子どもたちのためのおもちゃが大人だけに渡ってしまっているのではないかとの批判もあり、問題視されています。でこれだけの商品がですね、ブランドだと思うんですけど、人気になってくると必然的にコミュニティっていうのができてくるわけですよね。で実際オンラインとか見てみると、いろいろなコミュニティっていうのがあって、そこでその自分の持っているジェリーキャットのコレクションを交換したり、なんか会話したり、そこで新たな友情が生まれるっていうので、すごく素敵なお話だと思うんですよね。で例えばインスタとかでですね、ジェリーキャットって調べると、それこそ膨大な数のですね、投稿っていうのが見えていて、そこで自分の持っているコレクションを自慢する、写真とか、動画がアップされているのが確認できるような状態です。で少し強引な考え方なのかもしれないんですけれども、最近その車離れが、囁かれている中、なんとなくですね、その車とかではなくて、こういった自分のコレクションだったり趣味にお金を費やしているんじゃないかなというふうに僕は思います。でとはいえジェリーキャットって、子供向けの、ぬいぐるみを販売している会社になるので、その大の大人が、ジェリーキャットの商品をこぞって買いに行くっていうのは、ちょっとそれ違うんじゃないの、もしくはその冷やかしでコメントを、言う人がいるんですよね。それはそれでわかる気はします。なんですけど実際否めないところもあって、さっき買ってきたジェリーキャット、僕これ買ったんですけど、コーヒーだと思うんですけど、コーヒーのジェリーキャットのぬいぐるみで、実際見ててもすごく愛嬌のあるというか、ユーモアのある、癒しの効果があるようなデザインになっているので、これに大人が夢中になるっていうのもわかる気はします。で、触り心地もね、めちゃくちゃいいんですよね。で、これがもしですね、でかいぬいぐるみ、でかいサイズとかになってくると、それはもう、癒されるんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにですね、こちらは、15ポンドしました。なので、ちょっとお世辞にも安いとは言えないんじゃないかなと思います。ただ、子供のおもちゃ、ここ何年買ったことがないので、高いのか安いのかっていうところもちょっと分かってないんですけど、はい、一応これ買わせてもらいました。
で、これだけ大の大人が、その子供向けのぬいぐるみに夢中になってるのって、ある意味なんかこう隠れたメッセージがあるんじゃないかなと思っていて、結局その今の世界情勢って良くないじゃないですか。で、いろいろなところからプレッシャーがあってですね、混乱だったり不安だったり、そういったネガティブな要素がいろいろあるかと思うんですけれども、それを和らげるために、ぬいぐるみにすがり寄ってそこから癒しを、もらうっていうので、ジェリーキャットはもはやただのぬいぐるみじゃないような気はしています。なんかもうそれ以上のものをなんか持ってるような気はします。で、ジェリーキャットに限らずですね、人間趣味を持つ、っていうのはすごくいいことだと思うんですけれども、さじ加減って大事なんじゃないかなと思っていて、あまりにも度が超えてしまうと、それはそれでちょっとね、ネガティブな面っていうのが出始めるので、そこはちょっと、気をつけなあかんなっていうところは、あるんじゃないかなと思います。で、現在イギリスに住まれている方、もしくはですね、よくイギリスに遊びに来られる方がいて、まだジェリーキャットは、見たことも聞いたことがないよっていうような方がいればですね、ぜひ機会があった際に、一度店舗に行ってみてはいかがでしょうか。で、もちろんコレクターさんもね、いると思いますので、ぜひとも、感想というかコメントを、共有していただきたいなというふうに思います。ということで、今回の動画はこちらで以上になります。イギリスで一世風靡をしているぬいぐるみのお話、ジェリーキャットでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。